さて今回はですね、ホタテとムール貝のチャウダーを作っていきます。まずは玉ねぎ、ズッキーニ、カリフラワーをカットし、バターと一緒に炒めていきます。小麦粉を振り入れ、粉気がなくなるまで炒め、スープを注ぎ5分ほど煮ていきます。ホタテとムール貝、牛乳、生クリームを加え、一煮立ちすれば完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ、では今日も始めていきますが、まずは野菜ですね。これらをカットしていくんですけれども、まずは玉ねぎ、こいつを半分に、切り込みを入れダイス型に。では熱したフライパンにオイルを。さあまずはこの玉ねぎを炒めていきましょう。さあ玉ねぎをですね炒めて、ちょっと十分なね玉ねぎのこの甘みをね引き出してあげましょう。ではここでズッキーニなんですが、今日は黄色のズッキーニをもう簡単にこのように輪切りに。カットしたら移していこう。それとカリフラワーなんですが、さあ外していこうか。さあ一緒に入れていきますよ。さあ軽く炒めていきます。バターも入れちゃいましょうか。さあバターを入れ溶かし、そこに塩と胡椒だね、塩を振り入れ、それから胡椒なんですけれども、ちょっとあまりね色を汚したくないんでホワイトペッパーを使います。さあ炒めていきながら、ここで粉を、小麦粉です。とろみがつくように粉を振り入れ、さあこの粉気がなくなるまで炒めていきます。さあこのようにある程度ですね粉気がなくなりましたら、よし、隣のスープなんですけれども、もう準備をしておいてください。ちょっと厚めのスープ、こいつ一気に入れずに少しずつですね、このように加えて、粉が入ってますんでこれを伸ばしていくようなイメージで、ダマにならないように少しずつ少しずつ。さあ野菜もね炒めてますから、煮る時間も短いですよ。軽く煮たらここで、よし、ハーブを使うんですけれども、今日使うハーブ、これはもうフェンネルですね。こいつもまな板の上に置いておきましょう。でムール貝、それからホタテ、ここに白ワインを。でこのフェンネルなんですけれども、こいつがまたいいアクセントになるんで、軽く刻んで。これまたぐーっと香りが増したね。さあ煮すぎちゃうとホタテの食感も悪くなっちゃいますから、ムール貝も口を開いてるんでこれで OK ですね。よし、これはこれでうまそうなんですけど、ここで牛乳、生クリーム、この2つ。さあこれで一煮立ちしたら完成です。いい感じだね。ちょうどいい優しい味付け、バッチリだ。 OK。 いや意外とあっという間に短時間でできちゃいましたね。よし、
じゃあ盛り付けに入ろうか。さあ寄っちゃってください。きた。いいね。仕上げにオイルだ。よし、ちゃんとホタテとムール貝のうまみを感じられる、それとあと野菜のね美味しさも十分に感じられるような、もう絶品のスープです。完成だね。ホタテとムール貝のチャウダーの完成です。良い一日を。